ということで始まりました、YouTube YouTube とかけまして YouTube ですYouTube 始めたきっかけとして一つがもっとファンのみんなと距離を縮めるということで、第1弾はですね質問コーナーをしてみようじゃないかということで、びっくりしたんだけどインスタに初めて、僕もインスタ始めて6年目ぐらいかな、質問機能を初めて使って質問してみたところ、なんと、12時間くらいで15万通以上の、質問をですね世界中のファンの皆さんからいただいたということでですね、ありがとうございます。まずはということで、全部はねさすがに今回答えられないんですけど、第1弾として質問を選んで、答えていこうかなと思います。やっていきましょう。じゃあまず最初の質問から、今日何食べた？なるほどね、 YouTube っぽいね。ちなみにですね、今日は、僕朝いつもルーティンあって、R1 のヨーグルトとバナナとチョコと、あとグラノーラと蜂蜜かけて食べるんですけど、今日はちょっとまたね、撮影で食べるものがありましてですね、その撮影も後日出ると思うんですけど、そちらの方をちょっといっぱい食べようかなと思って、R1 のヨーグルトいつも2個食べるんですけど1個にしてます。1個だけ食べました。キノコとタケノコどっち派？タケノコ派です。芸能人じゃなかったら今何してたと思う？そうだな、会社員ではなかったと思うんですよ。いとこの兄貴が美容師やってるんですけど、美容にもすごい興味あったし、これラジオでも話したんですけど、僕の地元の小学校で初めてワックスを使った男だったんですよ。当時すっごいから買われたりとかもしてたんですけど、もう今思い出すと、当時ギャッツビーの緑のやつを買って、そうでさ、すくとかも分かってないから、もう毛量もすごい多かったから、見よう見まねでやってたんですけど、すごいからかわれた記憶があるんですけど、それぐらい髪の毛とか美容に興味あったから、多分美容師とかそっち系をやってたんじゃないかなと思ってます。最近のストレス発散方法を教えて。ありがとう。武道館最高でしたということで、まずありがとうございます。武道館公演のビハインドも多分たくさんこれから出ると思うんでね、もう出てるか、これが上がってる頃には。ストレス発散方法、これ俺ね、めっちゃみんなに試してほしいものがあります。朝起きて15分だけでいいんです。日光を浴びてほしいんですよね。携帯を触らずに日光を浴びて、もうどうでもいいんですけど、ベランダから出て日光を浴びて笑ってください。こうやって本当に面白くなくても笑うんですよ。そしたら幸せオーラというか、ハッピーな気持ちになって、一日をすごくストレス発散というかね、ストレスがなくなる気がするんですよ。でちなみに僕今日も YouTube 撮影前にやってきてますちなみにあれらしいですよ、手のひらで太陽を受けるとビタミン D が生成されて体にもいいんで、こうやってやりながらね、ちょっと人に見られるとちょっとおかしい人になっちゃうんですけど、やってほしいですね。もう Vlog please。 Vlog ね、Vlog もねめっちゃ撮ってるんで、撮りだめてます。期待しててください。何事にも自信がなく勇気が湧かないです。これね、僕らの職業って、ありがたいことにいろんな挑戦した姿とかね、こういうドキュメンタリー YouTube とかでもそうですけど、何かするところを撮ってもらえてるから、ゆうたくんみたいにどうやったらそういう風に動けますかとかよく言ってもらって、ラジオとかでも答えたりするんだけど、実際ね、多分ね、人ってそんな大なり小なりあったとしてもそんなに根本的なものは変わってなくて、俺もすごい怖いし、一個ステージ立つ時もすごく怖いし、気持ちもあるし、それをねいかに周りの人に綺麗に撮ってもらったりとかするから、そう見えちゃう部分がすごい大きいと思うんですよね。それは芸能人多分全員そうだと思うんですよ、こういう職業してる人だから。みんな一緒だよっていうのは伝えたいですね。大なり小なりあるんだけど、一歩踏み出す時の恐怖だったり、みんな抱えてて、それをいかにやり続けるかっていうところが肝になってくるんじゃないかなと思いますね。みんな一緒だよっていうのは伝えたいですね。最近のリュウタの流行語は？流行語か、ナイスーっていうのがめっちゃ入ってました。何をこういうのでシーンってなったとしてもナイスーって言って切り替えるみたいなのがありましたけどね。ゆうたくんの名前の由来って何ですか？名前の由来ね、悠々自適に
まあ他が太いっていう字なんですけど、まあだから男としてどっしり構えた人でいてほしいっていう意味が込められてるらしいですね。料理挑戦しませんか？あり、やろう企画でやろう。意外とうまいと思うけどね僕。普段って料理はめっちゃ男飯ですけど、焼き飯とかやりますよ。焼き飯とかあ、お鍋とかね最近しますけど。ゆうたくんが日本に帰ってきたら絶対これするみたいなことはありますか？最近は山に行ったりとかするから、山とかドライブ、ちょっと日本の地方行って国際免許を発行してて、まあ、日本でもちょくちょく運転する機会が増えたんで、日本行くとちょっとこう日本の地方、それと熱海とかね、行ったりとかするかな。スンドタウン福岡楽しかったですか？めっちゃ楽しかったです。マジでインスタでもちょっと書かせてもらったんですけど、デビュー10年目にしてソロをねやらせてもらったんですよ。今回ちょっと機会があって、個人的にはロックってちっちゃい箱の方が盛り上がるでしょみたいな感じのタイプだったんですけど、いざドームでやってみるとすっごい気持ちよくてびっくりしましたね。でいろんな曲がある中であえてちょっとオフ・ザ・マックっていうデビュー曲のまあ割とハードな曲をやらせていただいたんですけど、それで良かったなと思いましたね。本当多分初見で見てくれた方がほとんどだと思うのに、 K-POP 界隈でねああいう曲聴く人多分珍しいと思うから。なんだけど結構こう乗ってくれてすごいありがたかったし、もう本当にめちゃくちゃ気持ちよかったです。でチームの方も、5人で新しいフォーメーションもうパートもねいろいろ変えてやらせてもらったんですけど、それもすごい楽しかったですね。やっぱソロをいっぱいやってたからこそチームの楽しさっていうのもまた知れたし、久々ダンスしてねめっちゃ膝痛いんですけど今まあそういうのも懐かしいな、こういう感じだったなダンスするのみたいなのも感じながら、めっちゃ久々に日本のファンのみんなにまた127の音楽を見せることができてよかったなと思ってます。好きなパンの種類は何ですか？もうクリームパン大好一日お休みがもらえたら何したいですか？バンドメンバーとは。きで、それこそバンドメンバーと旅行行く計画はしてて、本当精神的な面でも音楽的な面でも助けてもらって、おのおの忙しい中でもう俺のユータのスケジュールだったら合わすよって言ってくれるメンバーとホープの時から1年以上ですよね一緒にやってきて、もうヒロムとはね中でも同い年だし大阪出身で、音楽のノウハウだったり、あいつ本当歌もうまいんですよ。いろいろこう教えてもらったりもするし、ペルソナはね今回のペルソナのツアーはマジで多分ヒロムと会ってなかったら20曲歌いきれてなくて、ボイトレの先生も新しくヒロムから教えてもらった先生がいたから多分やりきれた感覚はあって、だからそういった意味でもすごい俺の力になってくれたメンバーだから。武道館終わって打ち上げはしたんですけど、メンバーだけで旅行に行く計画も立ててるんで、そういう時いろいろ話したいなとは思ってるし、それもまた YouTube に収めようと思ってます。はい。正式中です。ゆうたくんタンクトップなど薄りが多いですが、風の直し方とかありますか？俺ねマジ加湿とか言ってるけど聞く時引くからな。ただ足元冷やさないようにしてます。はい、厚い靴下を買いました。はい、あともうインして、マスクしてしっかりするしかないんだけど、風邪ひく時引くからな。こればっかりはもうしょうがない。ゆうたとうちらだけのポーズ考えよう。確かにでも会った時に熱いちょっとロックっぽいポーズですよね。これでいいんじゃないですか。何色が好きですか？何色が好きか。黒が基本的、私服も多いし黒が好きだけど、黒、金、銀強そうな色が好きっていうちょっとやっぱ中二病っぽいところもあるんでね、派手系な色が好きです。美容法ね。うわよく聞いてくれました。美容法ね、聞いてくれましたかと。月1ぐらいは皮膚科行ってます。行ったりとかしてるんですけど、何をしてるかっていうのも撮りたいし、いつかそれはまたね後々撮るとして、水をとにかくいっぱい飲むってことと、あとね最近やってるやつなんです。フェイスポインターというもの、ポスポスするやつ今流行ってると思うんだけど、俺はもうほんまかと思って買ってみたんですけど、結構ガチでいいですね。なんかフェイスラインがねすごく綺麗に見えるから大事な
撮影とかねある時は結構それやったりするんですけど、いやー買ってよかったものかフェイスポインターフェイスポインターと2025年チームのワールドツアーから始まって、アルバム作ってトークショーやって、でまたアルバム制作してツアー回って武道館まで終わって、何か自分にご褒美買ってないなと思ったんですよ。なんかマジで散財したいなっていう意欲が強くて、だからちょっと散財企画も取りたいなと思ってます。結構やり尽くしたからな。結局ね、俺武道館前にさ青くしたじゃん、青く暗くしたじゃん。でもともと黒にしようと思ってたの。美容師の兄貴が黒は絶対やめとけって言われて、もうどうせまたブリーチしたくなるタイプだからやめとけって言われて青にしたんだけど、やっぱね明るい色の方がステージ映えする気がするんですよね。もちろん私生活だと黒い方がいいんですよ。ただやっぱステージに立つ身としてね、それこそチームもそうなんだけど、派手髪って俺と低音ぐらいしかやらないからってなるとやっぱ面白みもないかなと思って、好き嫌いかでいうとどっちも好きなんだけど、自分のその系統的にはやっぱ明るい方がいいのかなと思って明るい髪の毛続けてますシム詐欺1週間に1回ぐらいはどっか行ってるんですけど、俺ぐらいになってくるともう持っていかないっていう選択肢になるんですよねマジでデビュー初期とかはこれもいるあれもいる、じゃああれもいる、服は何着いるとかめちゃくちゃ持っていってたんだけど、結局使わないんですよね。衣装さんもいるし、まあ僕の場合はね衣装さんもいるし、で歩くとしてもリハーサルの時とかねちょっとパップラッと行くぐらいだから、基本外出る用のやつは1着、パジャマ1着で服はもう終わり。逆にね俺多いのは喉のケアのやつ多いね。吸入器とかね、このぐらいちょっとでかいやつとか美容系の塗るやつとドライヤーは自分で持っていく。あとはもうほぼ持っていかないっていう感じでやってます。そうすると頭使わなくていいんですよね。一回一回試してください皆さん。ということで第1回目の、YouTube 質問コーナーありがとうございました。皆さん本当みんなのおかげですごくたくさんの質問があって、選ぶのもね本当大変なぐらいたくさんの質問いただいてありがとうございました。まだ答えられてないものがたくさんあるんで、まあこれからどんどんねやっていこうかなと思います。楽しかったです。上手なんじゃない俺ねまたなんかこの質問コーナーしてこれはこうなんじゃないとかっていう質問があればまたね YouTube のコメント欄とかでも書いてくれていいので、コメントもねたくさんいいねと言うこれYouTuber っぽいけど、いいねもねたくさん、つけてくれたらなと思います。はい、以上 YouTube でした。バイバイ。